皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのりさです。お元気ですか？日本はようやく春らしい天気が続いています。桜も楽しむことができました。でも花粉がひどくていつもくしゃみをしています。それでも春はやっぱり外に出かけたくなる季節ですね。さて今回は先週末に行ったお花見と鉄板焼きについてお話をしたいと思います。今回の鉄板焼きの話では日本のソウルフードであるもんじゃ焼きとお好み焼きの話がメインです。動画も撮影しましたのでぜひ一緒に食べた気持ちになって聞いてくださいね。週末の土曜日の午後、家族3人でお出かけをしました。子供をどこに遊びに連れて行くか考えた結果、科学館に行くことにしました。その科学館がある駅を降りると、桜がたくさん咲いていました。場所は皇居のすぐ近くで、お花見が有名なスポットです。そのため、お花見の観光客の方がたくさんいました。私たちは綺麗な桜を眺めながら人混みをかき分けて科学館へ向かいました。科学館で遊んだ後、お腹が空く時間になりました。今日は何を食べる？と話していると、もんじゃ焼きがいいよねとなりました。居酒屋がたくさん並ぶ場所でもんじゃ焼きのお店を探しました。満席のところが多く、約3軒のお店に断られてしまいました。その一つのお店が1時間後なら空いているということだったので、急いで予約を取りました。私たちが訪れたのは、店内に20人くらいしか入れない小さなお店でした。もんじゃ焼きなどの鉄板料理のお店はテーブルの真ん中に鉄板があり、そこで店員さんが焼いてくれます。まずはおつまみとして枝豆やフライドポテトなどを注文しました。子供のために焼きそばも注文しました。鉄板で焼くと家庭で作る焼きそばとは全然違ってとても美味しかったです。次にメインのもんじゃ焼きをお願いしました。今回はもんじゃ焼きが焼かれている様子を撮影しました。もんじゃ焼きとは小麦粉を水で溶いてキャベツやイカ、チーズなどの具材を混ぜ鉄板で焼いて食べる東京の郷土料理です。私たちが今回入れた具材は明太子とチーズとお餅です。この組み合わせは間違いなく美味しいです。お好み焼きと似ていますが、生地には水分が多く、とろっとした食感が特徴です。もんじゃ焼きの起源は、実は後で紹介するお好み焼きよりも古く、東京の下町で生まれました。江戸時代末期に小麦粉を水に溶いて鉄板に字を書き、子供たちに文字を教えたり遊んだりしたのが始まりとされています。文字が文字と変わり、文字がもんじゃへと変化していったと考えられています。もんじゃ焼きは戦後の復興期に特に人気が高まりました。特に東京の月島ではもんじゃ焼きの名所として知られ、多くの専門店が立ち並んでいます。ちなみに私は福岡県の出身なので、もんじゃ焼きは大人になるまで食べたことがありませんでした。私の子供もまだ食べたことがなかったので、今回が初めて食べるもんじゃ焼きでした。
では、もんじゃ焼きの食べ方についてお話しします。もんじゃ焼きは出来上がった後はすぐ食べずに少し待っていてください。ここでおこげを作るのが重要です。少し待っていると生地の周りが焼けてきます。小さなヘラでひっくり返してみてください。するとこんな感じでおこげができます。このおこげの部分が香ばしくて美味しいので、しっかり焼くのがポイントです。おこげができたら熱々の部分をヘラですくって食べます。熱いから気をつけてと言いながら、子供や友人と一緒に楽しみながら食べることができます。私も子供に熱いから気をつけてと言いながら食べました。子供はヘラですくって食べることも楽しかったようです。パクパクと食べていました。おこげの部分が美味しいよねと言いながらもんじゃ焼きを楽しみました。その後、まだお腹が空いていたのでお好み焼きも注文しました。お好み焼きは有名なので皆さんもきっとご存知だと思います。お好み焼きの出来上がる様子も撮影しましたので、どうぞ見てください。お好み焼きは日本人なら誰もが食べたことのあるソウルフードです。お好み焼きも小麦粉の生地に具材を加えて鉄板で焼いた料理です。だしや水溶き小麦粉の生地にキャベツや肉、イカなどを乗せて焼きます。店員さんが焼いてくれるスタイルのお店だと、焼き上がったらお好み焼きソース、マヨネーズ、鰹節、青のりをトッピングしてくれます。もしマヨネーズが苦手な方はかけないでくださいと一言伝えてくださいね。私の子供は鰹節がお好み焼きの上で踊っている様子や青のりが降りかかる様子を見て、美味しそうと目を輝かせていました。お好み焼きのルーツはもんじゃ焼きから広がりました。もんじゃ焼きが各地に知られ、大阪風お好み焼きと広島風お好み焼きと形を変えて枝分かれしていきました。大阪では具材を生地に混ぜて焼くスタイルが主流です。今回の動画も大阪のお好み焼きです。広島では具材を重ねて焼くスタイルが特徴です。これも次回食べる機会があったらぜひ紹介したいと思います。とっても美味しいです。お好み焼きの名前の由来はお好みという言葉から来ています。これは食べる人が自分の好きな具材を選んで焼くことができるという意味です。つまり個々の好みに合わせて自由にアレンジできる料理なのです。お好み焼きは家庭で作ることも多く、友人や家族と一緒に楽しむ料理として親しまれています。日本に訪れた際には、ぜひ本場のお好み焼き、それからもんじゃ焼きも味わってみてくださいね。最後に少し騒がしいですが、日本の飲食店の雰囲気を感じていただくために、今から動画の音声を一緒に流しますね。うるさいと感じる方は音を小さくするか、ここで動画をストップしていただければと思います。これからは私の主人と店員さんの会話が聞こえてきます。声が重なって聞きづらいかもしれませんが、私が聞き取れた部分には日本語のテロップをつけています。ぜひ日本の居酒屋の雰囲気を楽しんでくださいね。
ゼロ。またゼロ。楽しそうやな。見ても関東からなんですよ。僕関東です。もんじゃもいやそうでもないです。血の一部に入ってます。そんなことないですよ。埼玉の。あ、埼玉のもんじゃ食べるんだよ。いや駄菓子屋でもギリあったかないかったかぐらい。お兄さん若いでしょ。僕これ24です。あすごい。それがもんじゃだよ。一応こちらで完成になるんですけど、はい餅だけ少し硬いので様子見ながらお願いします。ありがとうござはいいます。次それ以外は食べます。いける。はいありがとう。すみません。それでは今回はここで終わりにします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンもよろしくお願いします。これからも日本語を楽しく聞けるコンテンツを発信していきますので、登録していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いしましょう。